もしかして寝てないのか？あ、ヒロちゃんおはよう。いや、少しは寝たけど、やっぱりマーゴちゃんが気になってすぐ目が覚めちゃって。マーゴはもう心配ない。昨日も何度か医務室へ様子を見に行ったが、すっかり元気だった。そうなの？よかった。ヒロちゃんも迷惑かけちゃってごめんね。君たちに責任の一端はあるけれど、看守がやったことだ。どうしたの？なんだかヒロちゃんらしくないね。私らしい？君が私の何を知っている？ごめん。いちいち謝るのも腹が立つ。私に謝ったところで彼女にしたことは取り返しがつかないのに。あ、ヒロちゃん待って。なんだ、これ以上君と話すことなど。これ忘れ物だよね。いつも持ち歩いてるから。やはりこの環境はストレスがたまる。またいつあの時のように暴走してしまうかわからない。ストレスを感じてはいけないのにエマがいるせいだ。そういえば君の魔法は何だ？え？僕の魔法？そうだよね。みんな不思議な力を持ってて、それって魔女の魔法みたいなものだよね、きっと。でも僕、不思議な力なんて何も使えないんだ。間違って連れてこられたんじゃないかな。間違いなわけがない。自分で気づいていないのか、隠しているのか。エマは危険な存在だ。ヒロちゃん、約束忘れてるのかな？そういえばノアのお絵描きの場所を探す約束をしてたな。忘れていない。少しマーゴのことで忙しかったんだ。ほら、まずは朝食に行こう。約束はそれからだ。わーい。いろいろ動きづらそうだが仕方ないか。ヒロさん！その節は大変お世話になりました。君をお世話した覚えはない。マーゴの様子はどうだ？はい。マーゴさんは傷も塞がって、ずいぶん顔色も良くなってきました。メルルちゃんのおかげよ。ずっとつきっきりで看護してくれて。もちろんヒロちゃんもよ。あなたたちの献身的な看護のおかげね。本当にありがとう。傷は深かったのだし油断は禁物だ。なるべく安静にはした方がいい。私ヒロちゃんのこと少し誤解していたみたい。とっても優しいのね。私は当たり前のことを言ってるだけだ。マーゴさん、まだ横になっていてください。傷が開いてしまうかもしれませんし。もうメルルちゃんったら本当に心配性なんだから。お薬も飲んでもらいましたし、一度眠ってください。本当にまだ安静が必要な時期なんです。ねえヒロちゃん、あまりエマちゃんたちを責めないであげてね。私も同じようなことは考えていたのだから。
君も脱獄を？ええ、ここから出る方法はないものか考えるのは当然でしょ。看守に逆らうのは危険だ。おとなしくしていた方がいい。そうね、今回の件で一筋縄でいかないことは分かったし、もう少しここの調査をしていくつもり。ヒロちゃんのこと頼りにしているわね。一緒に魔女と戦いましょう。君はずっとマーゴについているのか？日常生活に支障が出る重傷だったので、いろいろ改造しないといけませんし。決して嫌とかじゃありません。好きでやってるんです。行き過ぎた心配性も考えものだな。マーゴが寝ているのだから君も少し休むといい。はい。でもアンさんも。アンアンはどうしてここに？貧血を起こしてしまったようなんです。気分が悪そうだったので少し休んでもらっています。あんあんちゃん、大丈夫？ねえねえ、そのスケッチブックにお絵かきしたいな。でもお絵かきしたら楽しいんだよ。アンアンに心配はないのか？微熱が出ていて、環境の劇的変化で疲れが大きいのだと思います。心配ですけど、少し休めば良くなるかと。そう。それならあまりうるさくするのは良くないな。マーゴも眠ったようだし、私たちは出よう。ほらノア。あれれ、ノア、あんあんちゃんと遊ぼうと思ったのに、勝手に体が。なんで？君、何をしたんだ？答えによってはもう少し詰めなくてはいけない。興味があるな。一度やってみせてくれないか？我が輩は喉が渇いている。ノア、我が輩に魔法でお茶を出せ。どうした？何も起こらないじゃないか。おかしい、そんなはずはない。ノア、我が輩にお茶を。ノアの魔法を勘違いしてるからかも。ノアの魔法はね、液体を操作できるけど、絵を描くことしかできないんだよ。お茶を出してあげたいけど、無理みたい。ノアは出て行かなきゃいけないし。じゃあねー。まあ信じよう。出ていけという洗脳は本当に有効だったようだしな。ただあまり感心できる行為ではない。みだりに使わないように。アンアンさん、私が今お茶をお出ししますね。高い。たくさんお絵かきできるね。
少女たちを13人も誘拐した大それた犯行だ。おそらく裏で大きな組織が動いている。簡単に逃すわけもないか。運動は得意なんだ。吸収なんてどういうつもりだ。場合によっては君を看守に差し出す。あなたに触れようとしただけよ。危害を加えるつもりはなかったわ。触れる？それが一体何になる？私の魔法は原子。触れた対象の過去や未来がビジョンとして見えるの。好きに発動させることはできないけれど。なるほど。それにしてもわざわざ敵を作るような触り方をせずとも。雰囲気の割には不器用だ。立ち回りに慣れていないところがあるのか。まあおおよそ見当がついてきた。突然こんな屋敷に閉じ込められて落ち着き払った雰囲気でいられる理由がね。お察しの通りね。私は牢屋敷の情報を原子で事前に見たの。聞きたいことはいくつかある。その銃は何だ？教えてくれれば襲われたことはチャラだ。この銃もかつて牢屋敷に囚われた人が魔法で制作し隠していたことを見てここに捕まってすぐ回収した。装填数は6発。1日1発自動で弾が回復する魔法の銃よ。なるほど。情報で有利に立てるのはこの屋敷の中では大きな強みだ。興味深いな。他に知っていることは？質問に答えれば襲ったことはチャラのはずよ。言うつもりはないわ。しかし君が嘘をついている可能性もある。そんなことをして私に何のメリットがあるというの？さてね。だが慎重にもなるさ。私たちは知り合ったばかりだ。分かったわ。私が警戒している人物の魔法を話す。ただ証明はできないから自分でやって。その人物の名前は佐伯ミリアよ。今のところ私が一番警戒している相手。彼女、いえ、奴は少女ですらない。悪魔よ。もともとあの子は入れ替わりの魔法を持っている。今は男性が強制的に彼女の体を奪っているの。きっとあいつが黒幕。確かにそれは重要な事実だな。男性の素性は分かっているのか？断片的なビジョンだったから詳しくは何も。見えたのは奴が少女の体を奪った極悪人ということだけ。見たとはいえ断片的な情報というなら話半分に聞いておいた方がいいか。分かった。信じよう。有益な情報に感謝する。それに私を狙ったということは君にもまだ知らない情報はあるようだ。一応聞いておくが、君は最初から私のことを怪しんでいたようだな。あなたの最初の行動は得体が知れなかった。正直黒幕かと疑っていたわ。断じてありえない。私から言わせれば君の方がずっと怪しい動きをしている。銃を回収する迅速な行動や覚悟の決まったその顔、まるで事前に行動内容を準備していたようだ。これ以上は探っても無駄よ。組むつもりはない。どうせみんな死ぬもの。どうせみんな死ぬ。原始でその情報を得たのか。ねえねえヒロちゃん、もしかして自由時間にしかお絵かきしちゃいけないのかな？残念だがお絵かきは自由時間のみだ。
ヒロちゃんと約束しなかったらノアずっとお部屋にこもってお絵かきしてたと思う。でもヒロちゃんのおかげでいっぱい楽しそうな場所見つけちゃった。ありがとうヒロちゃん。約束守ってお絵かきするね。そう、それならいい。あなたは悪い人じゃないみたい。おそらく要人などを迎えるためのゲストハウスか。屋敷より比較的新しいな。あまり使用はされていないようだが。ヒロちゃん、中に入ってみようよ。そうだな。空いていれば見ておきたい。ヒロッチとノアじゃん。お疲れ。じゃあ私はこれで。ココ、君はここで何を？別に。何か隠し事をしているな。あてしらまだ全然知り合ったばっかだしさ、詮索とかそういうのやめてほしいんですけど。君に興味がないから詮索するつもりもない。うわ、うっざ。つかさ、ヒロッチあてしの配信見てくれてる？初日からやってんだけど。配信？ああ、見たよ。感想そんだけかよ。特に思うところがなかった。明日は重大発表するからさ、そん時は私に夢中になるからな。絶対見ろよ。遠慮しておく。何かおかしな術をかけられたらたまらない。君の魔法を知らないし、配信に関係するものかもしれない。見ただけで洗脳されるとかな。洗脳じゃねえし、私の魔法は千里眼。千里眼？やべ。まあいいか。別に知られて困ることでもないし。配信でも写真でもとにかく沢渡ココを認知してたら私も見てるやつのことを俯瞰できるってわけ。それはこの牢屋敷の外の情報も得られるのか？まあね、私のこと見てるやつがどっかにいたらね。で、その千里眼で私すっごい情報を手に入れちゃったんだよね。どう？私の魔法すごくね？配信見ろよ。ここはどうやら懲罰房エリアのようだな。懲罰房って何するところ？わ、危なそうなものがいっぱいある。あれとあれとあれを積み重ねてオブジェにしたら楽しそう。そうか。もう中に入れないんだよ。ここじゃお絵かきできないね。そのようだな。じゃあ他の場所へ。アリサ、君はもう懲罰房から解放されているはずだが、こんなところに何の用だ？おめえに話す必要ねえだろ。そうか。ならばいい。行くぞ、ノア。
アリサちゃんの持ってるその紙、何？新聞紙？君、それをどこで手に入れた？懲罰房の中でだよ。卓球台に拘束されてた時に台の間に挟まっているのを偶然見つけた。方法は知らねえけど、前にうちみたいに捕まったやつが入手したもんみたいだ。この牢屋敷では外部の情報は徹底的にシャットアウトされている。そうなると過去の囚人の何らかの魔法だろう。うちはもう何度も読んだからおめえにやるよ。5年前の記事か。興味深いな。他にもまだなんかあるかもしれねえって思って探しに来たんだよ。あるとしても全ての懲罰房に鍵がかけられているようだし、中に入らないと見つけられないだろうな。そうかよ。燃やしたような跡があるな。それはうちがやった。血文字が気味悪くてな。でも重要な情報かもしれねえって思い直して結局やめた。うちの魔法は発火だからな。わあ、きれ綺麗なもんかよ。い。すっごく綺麗だよ。アリサちゃんってすごいね。おめえ調子狂うな。炎を出せる魔法か。魔女化が進んだら危険かもしれない。私たちはもう行く。勝手にしろ。うちはもう少しこの辺りを調べるつもりだ。何をしている？出ましたわね、風紀委員。風紀委員ではないが。毎日何度も私たちの部屋の見回りまでしておいて、風紀委員じゃなくてなんだって言うんですの。ヒロさん、今日は私たち図書室の本をいろいろ調べ回っているんです。何かこの牢屋敷のこともっとわかるんじゃないかと思って。でも読めない本ばっかりで困ったねって話してたところだよ。法則さえつかめばなんとなく解読できる気はするんですけどね。私も図書室の本はざっと目を通したが、確かに読めない本ばかりだったな。あとそうそう、ヒロさん、これを見てください。この本にはどうやら魔女や魔法のことが書かれているようなんです。独自の文字で書かれたこれだけの書物、見せかけの飾りというわけではなさそうだ。どうやら運営側は私たちと異なる文化や歴史を持っているらしい。おそらく魔女に関係するものなのだろう。特にこの絵が気になるな。これはサバドの絵じゃないでしょうかね。魔女が大魔女を召喚する儀式的な。なるほど。詳しくはないが、確かに一般的な伝承でも魔女にはリーダーがいるらしい。魔女にとって大魔女はなくてはならない存在。そう、つまり文字さえ解読できたらもっと詳細に内容がわかるんですけどね。安易な推理は危険だが、この本に沿って考えるなら運営もまた魔女側ということかもしれないな。獄長は大魔女さえ見つかったら呪いがと言いかけていた。
ならこの馬鹿げたゲームは大魔女を召喚するために行われている魔女側の儀式と考えられる。ああ、それです。私もそれが言いたかったんです。ヒロさんやりますね。一緒に名探偵コンビになれるかもしれま遠慮しておく。しかしそれにしたって、なんで私たちが拉致されなきゃなりませんの？それについても仮説は立てられる。大魔女を召喚した運営がわざわざ多くの魔女候補を集める理由。一つ目は大魔女の召喚に少女の死が必要。単純だが生贄というやつだな。シンプルに最悪ですわ。二つ目は少し飛躍するが殺すことが目的ではなく少女を集めることが目的という線だ。例えば奴らが大魔女を呼ぶために必要な魔法を探しているとしたらどうだ。ちょっと待ってくださいまし。二つ目はありえますの？魔法が知りたいだけならわざわざ手間暇かけてこんな場所に監禁までしなくたって。ルールブックにあっただろう。魔女化が進むことで魔法は進化する。見たところ魔法は一人一人違う。どんな魔法に進化するかはきっと運営も知らない。もし私たちの魔法が進化した先に運営が期待する魔法があるとしたら、この屋敷は私たちの魔女化を進めるための家畜小屋。そう考えれば辻褄が合う部分もある。魔法や魔女にわからないことが多いので断定はできませんが否定もできませんね。ヒロさん、あなたそれいつ気づいたんですの？大魔女を呼ぶ儀式については今知ったんだ。今考えたに決まっている。敵には回したくないお方ですわね。そう、ヒロちゃんはすごいんだ。敵に回したくないのは私も同じことだ。私はもう行こう。時間も限られて。おいノア、何をするつもりだ？あ、ヒロちゃん。へへへ。この木をカラフルにしたらきっとすごいことになるなーって思うんだ。絶対みんな大喜びだよ。却下。ダメかな。絶対綺麗になるのに。早く出よう。図書室は静粛にするものだ。魔法は強くなるか。予想外の強い魔法が私たちの中に生まれることもある。この部屋には扉がないな。魔法で消されちゃったのかな。否定できないな。図書室の大木といい、外には常に虹がかかった花畑もあった。この監獄には不可思議なところがあまりに多い。受け入れざるを得ないか。ノア、何を？じゃーん。ないから書いてみたよ。じゃーんではないだろう。こんなところに落書きしたところで。本当に開いた。君の魔法が何か牢屋敷の不可思議に干渉し、うまく作用したようだな。うん。
ノアもびっくり。絵は描けるんだけど本物になったことはなかったもん。実はノア他のところでもやったことあるんだけど、それは本物の扉にはならなかったよ。となると、この部屋に入れるようになっただけか。とはいえ、入れない部屋に入れるようになったのは重要なことかもしれない。お絵描きするための場所だ。ノア、ここでお絵描きしてもいいよね？ああ、そうだな。ここなら存分に芸術活動が楽しめそうだ。すっごい場所見つけちゃった。わーいわーい。となると、ノアの魔法がうまく作用して扉ができたように、誰かの魔法で扉が消されてしまっただけか。いやー、これはノア君、いい場所を見つけたね。ここをノアのアトリエと名付けます。ここは作業するにはうってつけですわ。私も使わせてもらいますわね。いい雰囲気のところだね。ベランダからの眺めもいいし、いやー落ち着くな。娯楽室の映画もいいけど、ここにもたまに来てもいいかい？もちろんいいよ。別にノア専用の部屋ではないんだが、まあ、ノアが開けたのだしいいか。本当にいい場所を見つけたのかもしれないな。